ここは都内にあるとある喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届けします。格ゲー喫茶ハメジュン、今週も屋根裏部屋で営業しております。はい、ということでマスターってはいバンドやってらっしゃるんですよね。そうですね。でいつかちゃんもやってんだよね、はいで僕もやってるから、この3人って音楽関係者なわけだよね、もし自由にゲームの曲作れるとしたら何のゲームの BGM やりたいですか？鉄拳はいいね。鉄拳いいよね、かっこいいもんね。いいね。うん、いい曲ばっかりだから。いや俺もねやっぱりストリートファイターやってるから10ステージの BGM 憧れるんですよね。ゴールデンボンバーでやりたい。でもゴールデンボンバーになんかストリートファイターの話来たらザンギエフだけはちょっとって断っちゃうな。なんでですか？もうその代わり私はザンギエフのやりますけど。本当に？でもそういう話できる。いらっしゃい。あ、先日のレイジで活躍したプロゲーマーのレンさんと誰だっけ？分かったよ、俺の影が薄いのは分かったから。いや、抜きさんじゃんね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵のゲームは先日初の公式大会が行われたグランブルーファンタジー VS。 本日のお客様は格ゲーのライターやイベントプロデュースなどマルチに活動するコージ KOG 選手。対戦相手をつかみとことん投げる投げキャラ使いのプレイヤー。そしてエボ2019のサイドトーナメント優勝など数々のタイトルで活躍を続けるレン選手。現在正社員プロゲーマーとして活動中。改めましてコージ KOG 選手は2回目、そしてレンさんは初めてのご来店ということでいらっしゃいませ。もうどうぞよろしくお願いします。お願いします。前回コージ KOG 選手はブレイブルクロスタックバトルの特集で来店してくれたんですけども、はい今回はグランブルーファンタジー VS とはい。なりましたね。いやもうマルチゲーマーっすね。いやもう最新作はもう全部触ってますよ、格闘ゲーム。ここ最近はちょっと新型コロナウイルスによってその外出自粛というところがあったと思うんですけど、その間そのどういったことをしてましたか？まあやっぱり格闘ゲーム最近はネット対戦ができるんで、家でもできるんが一番熱いですね。ゲーム以外のことはなんかしてませんでした？なんか記事、グラブルの記事僕よく書いてるんですけど、そう、はいすごいんですよ、すごいいいんですよ。パソコン家でできる仕事とかはよくやってましたね。自分はその自粛期間中とはいえそのレイジに向けてすごいやり込んでたので、やっぱり基本的には浩二さんと一緒で家で練習してましたね、オンラインで。ということで先月末なんですけど、グランブルーファンタジー VS 初の、公式大会となるレイジのですね、グランドファイナルが行われました。はい、その大会の模様をまずは振り返っていきましょ優勝賞金300万円、賞金総額500万円というグランブルーファンタジー VS 初の公式大会レイジグランブルーファンタジー VS2020 サマー。5月30日から3段階に分けて行われました。まずは1024名が参加したオンライン予選、そして上位24名が6月6日のセミファイナルへ進出。コージ KOG 選手、レン選手も見事に勝ち進み、6月20日グランドファイナルにて8名が優勝を争いました。何を見せるか、唯一勝ちに行く骨ボーバル決勝を出したが、決勝はギルティギアで活躍してきたモッチー選手と以前番組に出演していただいたガメラ選手の対決。ここまで無敗で進んだモッチー選手が激闘を制して優勝。コージ KOG 選手は5位タイ、レイ選手は7位タイという結果でした。という結果となりましたけれども、お二人ともファイナリストということでお疲れ様でした。おめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。自分も、配信も見てたんですけども、まずそのトップ8で、前回もこの間もこの格ゲー喫茶ハメジュンに出演していただいたガメラ選手対するレン選手っていう組み合わせがまずあったんですけど、その2人自分がその恋姫嘘っていう格闘ゲームで別の格闘ゲームかなりバチバチ入れ合ってた時にその見てたんです。感動的というか、ここでもやるんだなと。やっぱり彼のそのどのゲームやってもやっぱ強さがやっぱ引き立つ。強さだし、感じだしめちゃくちゃ強いんですよ。どのゲームでもスタイルでやってくる、必ずトップになる。
でそれに負けないように自分も恋姫時代からそして今回のグラブルでも彼に負けないように最初からレイジが始まる前からもう意識して彼にはバチバチやってましたね。最強の相手と認めるガメラ選手との試合は決勝戦のつもりで臨みました。ポーパル決意も見えていた。打ち切りましたね。ここでも勝利を見せたのはガメラ、驚異の15連勝。結果的にはちょっと残念だったんですけど、まあでも今出せる自分の全てみたいなのは彼にぶつけられたと思いましたね、あの試合は。いろんな、ジャンルのゲーマーたちが集まってくるからブレイブルーとか他のゲームとかで活躍してる人たちの因縁っていうのがそのまま持ち込まれるっていうのは見てる側としてもねテンション上がるんですよね。そして浩司圭織選手は5位タイという成績だったんですけども、トップ8でまず温泉選手を破って、後に当たるのが伊予選手という。いや久しぶりですね。ストリートファイター4の時とか全然大会当たってましたし。そうですよね。そこも一応因縁というかもともと同じゲームをやってた2人っていうのもあって、僕もやっぱ注目の大会だから配信見てたんですけど、浩司さんね勝ってる試合の勝ち方がえぐくって。どういうことですか？投げ打撃投げみたいな。グランドファイナル1回戦は温泉選手と対戦。浩司圭央選手の怒涛の投げっぷりはお見事でした。第一波、あそこは危険区域につき注意か。この獣を誰だより放ったのは浩司圭央。大変だ。いやうまく温泉割り込んだ。命からがら逃げ出したが5番手なんでや温泉さんっていうのもまた面白かったんだよね。初めて出てくるよね。本当に大会初めてらしいですよ、あれで。なんかやっぱグラブルっていいな、大公開時代だなって改めて思ったし。確かに、でもあれですよね、予選はオンラインでやってたっていうのもまた特徴ですよね。そうですね、1024名で行われた格闘ゲームのオンライン大会って史上初めてだったんじゃないかなと、それぐらいの規模でしたよね。オンラインってどうなんですか？その待ち時間とか。誰もいない中1人で10時間ぐらいまあそんぐらい継続しながら戦ったんで、最後残れた時は嬉しかったですね。声を出して部屋の中で1人で。そもそもこの2人ってのはこれまで関係性があったかどうかで。そうだよ。実は全然絡みないですよ、多分。全然一応ブレイブルーをもともとやってはいたんですけど、ます多分時期とか、まあそもそも住んでるとこ違うので。どうですかね、お互いに対する印象というか。まあ投げキャラ使いっていうのはもちろん有名なんで知ってたんですけど、で最近こうやってちょっとグラブルで対戦させてもらったりとかお話しさせてもらう機会が増えて、めっちゃいい子なんですよ。いい子っていい子、完全にもう弟分。みんなを笑顔にさせるのがうまいっていうか、話し上手だし、いいよね。すごいいい方だなって思うんですけど、なんか投げキャラ使いってそういう人が多くていい人なんですけど、実際ゲームやるとなんでこの人笑顔してるのにこんなに人の心を壊しに来るのかなっていう。反映されないよね、人格とゲームのプレーの内容。なんでって思いながら。っていうか俺最近知ったんですけど、浩司さんって日本初のあるものをあれですね、あれプロゲーマーってプロライセンスもらえるんですけども、ジェスライセンスっていうの、あれ1人で2枚持ってるのって僕だけなんですよ。そうなんだ。何と何を持ってるんでしたっけ？今回でグラブル、前回でブレイブルクロスタックバトルの2枚持ちです。しかもゲーム以外にいろんなことやってるんですもんね。まあイベントの企画運営だったり営業だったりだとか、あとはまあ結構実況解説とかもやったりだとか。だって複数タイトルってさ、新しいキャラクターとか新しいゲームって技名を覚えるの大変じゃないですか。そのマスターも結構大変そうだったから。技名は一夜漬けで覚えますね。実は僕技名覚えるのめっちゃ趣味なんですよ。どういうこと？技名を覚えて、しかもその技名の日本語訳、例えばパーシバルとかランスロットってあれドイツ語なんですけど、全部日本語にしたやつ言えるんですよ僕。例えば技名は振って。エクスデーレ。イクスデーレはX の思想。面白い。ちょっと待って。ガン言ってツヤライセン。ツヤライセンはティキサク。フォイヤロータクローネ。フォイヤロータクローネは回転する炎の王冠です。気持ち悪い。オタクだよそれ。いや、わあ、それマジか。はい。これはマジこれは。そしてレンさんにもお話を伺っていきましょう。正社員プロゲーマーっていうのを聞いたんですけど、普段の業務内容はゲームをすることです。
もう本当にゲームをしてお金をいただいてます。大会に出たりとか、あと配信とかをすることによってそれがお仕事として。日々のなんか日報というか営業報告みたいなの。日報ありますあります。なんかそういうの日報書いてます。今日はできなかった連続技ができるようになりましたみたいな報告するの？そういうニュアンスですよ。見てみたいですね。そういう感じです。何書いてるのか。なんか昨日できなかったこの連携をできるようになりました。明日はこれを本番でやってみたい。それ結構資料的価値がありそうですよね。確かにそれだけでも人一人が成長していく、トップ8になっていく過程が。そうですね。ゲームを上達するのってどういうことかっていうのは多分それを見たらもしかしたら。まあそうかもしれないですね。ちょっといいですか？いちかちゃん、これさ、これさ読める？いきなりやったら読めないよね。川木人一夜みたいな。川木人一夜。しょうがないよね。わかんない。いい。レンさんはなんて言ったんでしたっけ？乾慎一郎。なんで？わかるよね。なんでじゃないよ。わかるよね。そう、もう5年前なんですけど、ブレイブルーの大会のトーナメント表を作るときにこの名前のチーム名の方がいて、チーム名がこれそのチームの呼び上げをなぜかレンさんがやらされてたんですよね。応援団長的なポジションで。でこれが出てきちゃったんですよ。これ健康行ってきて埋めるやつなかなかいないよ。いない。帰りたい。本気でへこみたらごめんなさいって。いやこの2人の戦い見てみたいな。しかも当たってなかったですからね、レイジで。そうだ、レイジで戦ってないんだ。お二人ちょっとここで戦っていただくことって可能ですか？もちろんやりましょう。やりましょう。いやでもさすがにグラブルはここ置いてないですよね。置いてあるんですね。交戦場。ということでグランブルーファンタジー VS、この醍醐味を堪能させていただきましょう。はい。レイジでは見られなかった対戦が実現。コージ KOG 選手 VS レン選手。そうですね、前回フェンリ選手に 0-2 からの泣きの1本でさらに 0-3 という恥を上塗りした過去があるので、今回は2先をちゃんと勝てれば嬉しいですね。もうファスティバとは基本的にはやりたくないんですけども、しかもやっぱレイジに残った KOG さんということで、本当に嫌なんですけども、まあ KOG さんには今回も2-0で負けていただいて帰っていただけたらなと思います。はい、今回は2試合選手ですね。先に2試合取った方が勝利となるレギュレーションになっています。お互いに接近戦で戦っているキャラクターなんですけど、まずファスティバはいわゆる投げキャラ、ザンギエフあたりを代表される、投げと打撃台と崩していく。対してこのシャルロッテはジャンプ攻撃がすごく強い、空中からの攻めがですね非常に鋭くてですね、対空は難しいタイプのキャラクター。そして接近した後も、このグランブルーファンタジー VS では結構珍しく、通常の下たらで有利な状況に取れるソード・オブ・リュミエールという技を使った固めが非常に強力ですね。そしてこの突進技などを持っています。無敵技のホーリーラダー、まずは返していく。画面上から攻め込んでいきます。まずはレーンソード・オブ・リュミエールから足払い、そしてグリッターをソルト、さらには中段攻撃をかぶせて画面足に持ち込んだ。画面足はきついんじゃないの？ここはこのファスティバヘッドバットでですね有利を取るのが強いんですが、ここでしっかりと足払いに反撃。ブリリアントムーンでフィニッシュ。まずはレーン、これは一度ペースを握ったらそのままいっちゃいそうですね。ファスティバ側もこう一応相手に攻め込んだ時の強さっていうのは尋常じゃないので、コージ・ケオジ選手はリスクはあるんですけど、当たれば攻めが始まる技を対応しています。さあやはりジャンプ攻撃、これが非常に強力。まずはレーン画面足へと追い詰めてきましたが、ここはジャンプで入れ替えてきました。スクリュージュエルバスター、さらに画面足の攻めを展開していますが、ここはちょっと無敵技を警戒するような動きをコージ・ケオジ見せています。技は空振りしていますが押し返していく。画面の中央に戻ってきた。すごい。画面端でも1回触れば。しゃがんでいる。ラリアット非常に強力な技が、ここは立っている相手にしか当たらない。さらにこのノーブルスター、やっときたぞ。しゃがみ強攻撃での対空からこの連続技、さらに置き攻めに持ち込んでいくのはコージ KOJ。ヘッドバットで有利な状況からおっとジャンプで逃げている。見事ななるほどね。危機察知能力、そして解放奥義。残るか？ノーブルエクスキュージョンでどうだ。いくか。成功。まずはレーン、このファスティバというキャラクター体力は多いんですが、最後に決めた解放技、自分の体力が少ない時にのみ出せる技を使ってダメージを稼いでいったレーンがまずは
1勝しました。そして、途中で見せたね見事だったんですが、その必殺投げですね、これジャンプで回避する読み合いの強さも見せていきましたね。2試合目です。王子 KOG としては6連敗避けたい、5連敗は避けたいというところで攻め込んでいく。おっと、こうカウンターからヘッドバットにつなげて足払いまで、さらに置き攻めに持ち込んでいきます。スクリューズ入れました。1つ目、さあもう残り体力がないぞ。おっと、スクリューズ入れました。プラスダメージが非常に高い。これなんだよな。これは強カードプラスというその強い版なんですけど、1回使うと長い時間使えないんですが、今のようにとどめをさせる状況で使ってきましたね。そっか、それだったのね、関係ないもんね。王子 KOG がラウンド取り返した。ノーブルストラテジー、これを使って攻め込んでいくのは連打が遠距離からの中攻撃からヘッドバットにつないで置き攻めに持ち込む。打撃からラリアット、これ当たっちゃったよね。動いたところに当たるととんでもないダメージだ。ボディスラムから置き攻め、連は後がありません。足払いからグリッターオンすると、そしてフィニッシュを重ねていく。おっと、ヘッドバットでフィニッシュ。一戦目とは打って変わって。王子 KOG が自慢の攻めのうまさを見せて取り返していきました。どうなっていくんだ。ファスティバルのヘッドバットでですね、相手に触って有利な状況を作るのが非常に強いんですが、1試合目ではレンがそれを対策していた。しかし2試合目それを通って、そしてこの3試合目ではとんでもない耐久から一気に体力を半分奪い取ってきた。そのジャンプで逃げるのレン、ドーブルストラテジー入れ替えてさらに入れ替わる。コンボを決めてダウンです。投げは後ろに下がった。ジャンプで避けるがこの隙が小さいんですね。ヘッドバットから連続技足払い、起き上がりを攻める。スクリューズ入れました。プラス当然ダメージ残る。あと1ちょっと。レンはどうする。これは削りがあるんです。ヘッドバットから下がりでフィニッシュ。駒投げの隙が少ないってせこいぞ。強いんですよ。これでコージ KOG ファスティバがリーチです。レンはもう後がありません。ジャンプ、これはしっかりとしゃがみ強攻撃。しかしここで無敵技のホーリーラダーを決めていきます。さらにこの固めが強いシャルロッテ、技を重ねていきますが入れ替わる。ヘッドバットへの連携に対してしっかりとホーリーラダーで返していきます。位置が入れ替わるがカウンターヒット2つ。ここはちょっと、レンのですね奥義のゲージが溜まっていますから、そこに対してコージ KOG が警戒している。ショートブリミエールで有利な状況を作って足払いから画面足に持ち込んできたレン。この画面足から脱出しようというヘッドバット出し切り、ここはおっと投げ抜けを回避するオーバーヘッドに出してコージ KOG の暴れが決まった。最終ラウンドっぽいじわじわとした展開。お互いにですねもう大ゲージ超必殺技が使える状態ですよ。近距離なのに。また上から行く。何か起きそうなのに何も起こんないの怖くない？時間も減ってきたか。おっと打撃からこの後どういう攻めが展開されるか。打撃空中に逃げるのはレン。うまい。総裁から遠距離ジャック、そしてブリリアントムーン。ただファスティバ体力が多いんです。残りました。上から攻める。これは固めて時間を稼ぎながら削っていこうというところか。ここでレンの必殺技のクールダウンが発生しています。技が使えない状況。この時間にじっくりと待っていく。残りうわー、これすごい強攻撃。連続の最後はランダムソンバー。見事勝利を果たしたコージ KOG お見事。すごい。いや、いい戦い。これ文句なしのいい戦い。それでは戦いを終えての2人に感想を聞いていきたいと思います。ではまず勝利を見事果たしましたコージ KOG 選手に聞いていきます。どうでしたか？このゲーム展開早くて一瞬で終わっておもろいですね。ただあんな流れ悪い状態からなんとか巻き返せてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。結構自分のゲームはできてたかなって最後のラウンドとかも思ってたんですけど、最後の最後でその刺しにいった技がスカってしまって距離調整完全にミスったなっていう感じがしましたね。一回触れたら削り込みで結構フィニッシュ決めれたかなと思ってたんで、ちょっと失敗しましたね。そこをうまく疲れたからさすがでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回は流星先生にアドバイスをもらいます。じゃあ CPU 戦見てもらえます？まずは CPU 戦でじゃあ、お願いします。早速 CPU 戦で苦手な剣と対戦。いつかにはどんな課題が？ま
やっぱり試合中にこう何をしたらいいのかっていう真っ白になっちゃうみたいな真っ白になっちゃうんです。攻めと守りのターンの違い、今自分のターンなのか、相手のターンなのか分かんなくなっちゃうみたいな。分かんないんです。攻めるべきか守るべきかの判断が難しく相手のコンボにやられてしまう。そんな時はどうすればいいのでしょうか？それはすごい細かい話になるんですけど、キャラの技の性能を覚えるとか、まず自分のキャラのコンボをちゃんと対戦でできるようになるところからでいいと思います。コンボ守るも攻めるもまずはキャラの性能を知り、そこからコンボを目指すのが大事なんです。まさにそのリュウ先生の言う通りに、格闘ゲームって自分のキャラを動かす方は簡単なんですよ、相手のキャラに合わせて動かすのってすごい難しいことで、だからやっぱそこよりも自分のキャラをちゃんと動かす、連続技を失敗しないとか、技を出せるっていう方がまず練習すべきこととしては、すぐ上達できるんで、しっかりできる。自分のキャラの動かし方、コンボを意識してさあ再戦です。趣味じゃん。確かに趣味じゃん、出品。いいの入った、いいの入った。いいよ。今読みが一瞬だけプロゲーマーだったよ今。すごいな。勝負には敗れたものの基本技からのコンボに成功。この調子でいろいろなパターンを練習すべし。試合でミスった場所、ここを間違えちゃったなとかを覚えておいて、そこをトレーニングモードで練習してからまた次の対戦に移行するっていう流れでゲームやるとちょっとずつ上手くなるんじゃないかなって思います。なるほど、わかりました。ありがとうございます。練習してみます。お願いします。なんか仙人様のお話聞いてる気持ちになりましたね。なんだろう、流星さんの雰囲気かな、喋り方かな。解かれてましたね。なんか教えって感じだったな。教えて感じでしたね。ということで、流星先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではそろそろ閉店のお時間がやってまいりました。本日のお客様のお二人に感想を聞いていきたいと思います。いやー、やっぱりこれ2回目になるんですけども、この番組めっちゃおもろいですね。はい、よく知ってる格ゲーマープレイヤーの話題とか出してわーわー喋れるんで、しかも最後にやっぱ大会形式でゲームやらせてもらったりとかね、新作ゲーム絶対僕やるんでまた呼んでくださいとしか。出るたびに違うゲームってあるよね。はい、まあ本当に楽しかったです。あとはまたね、KOG選手にちょっと負けてしまったので、もうリベンジを来週やりませんかっていう感じでちょっとね、やる気ある。またちょっと呼んでいただきたいなと思ってますので、はい、今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、今宵の格ゲー喫茶ハメジンのお客様はコージKOG選手とレン選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回第1回ハメジュンカップ優勝の時戸選手が主催するトーナメント開催。お楽しみに。